今日はベゼルのハイブリッドに乗っています。このベゼル、2代目なんですけれども、デビュー当時ね、すぐ試乗してきて、こう乗り心地いいとか快適性高いよってこう動画上げさせていただきました。でそのグレード Z でした。で今日ね乗っているのは、グレード X266 万円のグレードです。でこの車ねまたちょっと違う方向でね思うところありますので、そのあたりねお伝えしていきたいなと思っています。今回はホンダベゼルデビュー当時の動画で良かったよって言っていますが、今度はねグレードが異なります。18インチ仕様の Z を選んだ方が乗り味良いかもしれないという前置きの上で進めさせていただきます。新コーナーベゼルで感じた印象を30秒でまとめます。おしゃれで知的でクリーン、ブランドイメージが美しい、価格は比較すればちょっとお高め、特等席はリアシート、広いだけじゃなくて座りやすい、長時間乗車でも体にふわふわが残りにくい時間的快適性、単純な乗り心地とハンドリングは16インチ仕様だともうちょっと、静粛性は高くはないけどうるさく感じない、そんな周波数特性が好印象、バッテリー容量アップを感じる EHEV のシステム。以上、気になる点ございましたら動画かホームページをご覧いただければと思います。さあじゃああとね今度ねこのベゼルの価格についてね思うことを述べさせてください。この車ね、高いとか安いとかこうネット見てるとねどっちの意見もあるんですよね。妥当っていう方より高いか安いかってねこう明確に分かれてるような感じしたので、ちょっとね自分の思うところをすみません、ちょっとこの日はおしゃべりがダラダラしちゃったので撮り直します。まずはヤリスクロス。出ている価格で比較するとヤリスクロスが40万円安ぐらいのイメージです。でベーシックグレード同士で装備を見てみると、そんなにね大きな差はないのかなと。ただその車内のね質感、インパネとかシートとかですね、それからリアシートのスペース、そういった部分でね比較すると、価格分だけ差があるかは分かんないんですけれども、やっぱりねベゼルの方がいいなと思える部分がね多いです。こういった部分ね、ベゼル B セグって言っていいのか C セグって言った方がいいのか、ちょっとねこうクラス不在というか難しいところがあるんですよね。で続いては日産の場合、日産ですとねキックスがあります。キックスが、プロパイロットとかナビついたグレードで、200万円台後半280ぐらいだったかな。でキックスね、やっぱりこれも A セグって言った方がいいのか B セグって言った方がいいのかね、ちょっと迷うところありまして、なかなかね難しいところがあります。でもしねノートに SUV があったら、クロスオーバーじゃなくて SUV があったらどうなのかなと想像してみました。ノートに SUV があったら多分ね300万超えちゃうと思うんですよね。300万超えるスタートだと思うんですよね。ノートすごいいいんですけれども、やっぱりね、価格があってところがありまして、ノート普通のでもプロパイロット、つまり ACC とかナビつけると、やっぱり300万円に近づいてきちゃいますからね。で本革スタイリングなんかがね別なのでね、ちょっと価格的には悩ましいところがあります。でこの場合にはベゼルが安く感じるのかなと思います。そしたらマツダの CX30、CX30 ですよね。マツダ3の SUV みたいな車です。で CX30 で比較した場合は、まずベゼルのガソリンモデル、これは230万円台のモノグレード、1グレードです。で 1500cc ですね。で CX30 は230か240ぐらいの価格で 2000cc で、もうしっかりね C セグの車格感、質感なんかも含めてですね。でやっぱりねその装備もいいですし、すごいねお得感あるんですよね。ただ上位グレード同士を比較した場合に、本格的なハイブリッドはベゼルで CX30 の方はねディーゼルがっていうところがありまして、この辺がねその価格、見える価格とか車格ではなくてね、もう一番最初に選ぶようなね条件的な部分でね、こっちあっちって決まってきちゃうのではないでしょうか。でカローラクロス、ねこの前224万円のガソリンモデルの中間グレードに乗ったんですね。一番安いのは199万円からあります。でやっぱりねこれ半端ないです。C セグで、車もねボリューム感あって、ちょっと大味なところはあるにしてもね、やっぱりなんかクラス一つ上みたいなところは
乗ってもね、感じますね。で、カローラクロスハイブリッドですと260万円台からスタートなので、ちょうどね、今乗ってるベゼルと同じ価格帯かな。で、この場合はね、ベゼルちょっとね、割高って言わざるを得ないですかね。カローラクロスが安いって言った方が的確なんでしょうけれども、どっち、高い安いっていうとね、どうしてもそうなってきます。ただ、リアシートなんかはね、ベゼルの方が使いやすいと思うところも多いですし、長所短所がね、逆転してる、いい公的種みたいなね、イメージを受けました。でね、ほんとベゼル、B セグか C セグか、そんなのどうでもいいんですけれどもね、とりあえず価格からして、ベゼルね、リアシートは一つ上のクラスともね、勝負できるような、なんでしょうかね、着座感とか、スペースありますからね。こういった部分は、そのベゼルを選ぶ大きな理由になってくるのかなと思いました。なかなか悩ましいポイントだとは思っています。うわー、大粒の雨です。ちょっと一旦撮影中断します。まずね、このインパね、全体的な雰囲気ですけれども、思いつくのはね、シックとか上品とか大人っぽいとかジェントルとか、そういったキーワードですね。結構ね、この辺落ち着いたツヤで大人っぽさがあります。メーターは右側の速度計がアナログで、中央に、デジタルの速度計で、左側がね、円形の部分、これ全部がね、液晶の表示部です。ここをいろいろ切り替えて表示ができます。で、あと中央の今 P とついてる上のノーマル、ここがドライブセレクターの表示ですね。手動セレクターいきます。これホンダ車らしいちょっとねスカッとした軽さで楽に行きます。でもちょっと行き過ぎちゃう時もあるみたいな感じですね。でも重いよりは全然いいです。渋くないです。で、一番下ブレーキホールド。ブレーキホールドはね、システムをオフにしてもその前の状態がキープされるタイプです。やっぱりねこれ使いやすいですよね。で、すみません、最後ステアリングついてですね、この車ね、ステアリングのグリップ断面が太いです。なんかパワフルなとかスポーティーなっていうのを連想させるようなね太さがあります。で、ただね、普通にドライブセレクターノーマルモードで走ってるとハンドル軽いんでね、もうすごい軽いです。動き出し軽くて、その先はちょっと手応え増しますけれども、何事もね動き始めの軽さは軽いという印象につながりますので、ここ軽いんですね。リアシート足元ね何もなくて広いんですけれども、このフロントシートのね足元はちょっとこの引っかかりがね、この構造物がねどうしても乗り降りね気になっちゃったりしますからね。もちろんねシート前に出せば大丈夫です。続きまして助手席側です。今ねちょうど雨止んだところでね日が差してきて綺麗です。で、リアシート開けてみます。よいしょ。で、中ですね、もうねこのリアシートはもうベゼルの一番のストロングポイントなんじゃないでしょうか。この座面の下ね構造物がないです。これによってね足の自由度が増していて多くて乗り降りが楽です。こんな感じですね。ふかふかです。で、この両サイド、こことその先向こう側ですね、ここの部分は硬いです。リアシート中央の席に座ってみました。ここはねセンターここで硬いのでシーソーとかねそんな感じに座った感じでね、なんか懐かしいですね。これはこれで気持ちいいです。シーン変わりまして、ベゼルのイメージ、自分の中ではかなりイメージ良いです。車名の響きが良いですし、ちょうど良いくらいのボディサイズと燃費で知的な雰囲気を感じます。欲しいとか思うとかね、そうどうかといえばね、このイメージって重要ですよね。その見た目的には初代の方が好きなのですが、なんか最近はねどっちもねかっこよく見えるようになってきました。で、今背景に映っているのはロングウッドステーションという場所でベゼルのプロ向け撮影会が行われていたみたいです。せっかくなので行ってみましたが、駐車場は閉鎖されていて入れませんでした。残念。もうついでに雨までね降ってきちゃいました。では続いて乗り心地とハンドリング。車内スペースがベゼルのずば抜けた魅力だとすると、
もうちょっとと感じたのがステアフィールで、乗り心地もね、少し硬めでした。サスペンション硬いと、ステアフィールの反応は速くなっていく傾向がありますけれども、ベゼルの EHVX は、ちょっと曖昧というかね、普通といった感じです。普通というのもね、ベゼルが悪いというより、他社がすごすぎるんじゃないかとかね、思いました。細かな操作への反応がしっかりしていたり、メーカーの理想に合わせて特徴、個性が持たされていたり、ベゼルはディーラーで試乗した上位グレードではもっと印象が良かったです。なのでね、反応がシャープになりやすい18インチタイヤに合わせている部分があるのかもしれませんね。で、乗り心地やハンドリングなど、これ話しちゃうと長いので別動画にする予定です。よろしければそちらもお願いいたします。って言いたいところなんですけれども、あんまり見ないでねっていう内容になっちゃうかもしれません。ごめんなさい。で、あと、ブレーキタッチがね、独特だったのですけれども、これも知らなきゃ気にならなかったという方もね、いらっしゃると思いますので、この動画の後半でちょっとだけ触れています。お次はハイブリッドシステムのパワートレーン。ベゼルの EHEV は LEC という名称のもので、今までのね、LEB から品番が進んでいました。で、例えばね、フィット LEB なんですけれども、価格的にもスターティングプライスでね、70万円弱という結構なね、差がありました。で、それもあってかね、ベゼルね、なかなか力強く加速を始めます。予想するにね、バッテリーの質化容量化、電気的な処理で差があるのかなと想像いたします。モーターって例えばね、同じモーターだとしても流れてくる電気の量や質でかなり印象がね、異なります。そういったイメージを持っています。これ多分車でも一緒だと思うんですよね。詳しいことはわからないのですが、モーターを生かすも殺すも、流れてくる電気次第かと考えています。どっちにしても LEB よりは、スパーンとしたね、加速開始も可能ですけれども、絶対的に見ればね、じわっと加速を始めるくらいの印象なのかな。で、あと良かったのが、低速巡航中の速度キープ。速度計見ながらの神経質な走行でも、ペダルはね、神経質な操作を求められなくて、余裕のある車みたいにね、走れました。今回のどうでもよいようなつまらない話、中古車市場に流れる台数です。ベゼルのハイブリッドは納期6ヶ月以上と言われる人気車ですが、カーセンサー見たらね、登録済み未使用車なのがいっぱいありました。これベゼルに限ったことじゃなくてもね、例えばジムニーとかでもそうだったかな。その他のね、人気車でもたびたび見受けられます。正規ディーラーで扱われている中古車もありますし、中古車流して台数稼いでるわけじゃないんでしょうけれども、実際のところはどうなのか気になります。今回の大きな声じゃ言えない話は、ブレーキペダルのタッチとストローク量について。ブレーキペダル軽くて楽ですし、強くブレーキした時のね、車体の動きも良いです。特に日常では使わないくらいの減速をした時は、フロントがじわっと沈み込んで、リアの伸び上がりもね、抑えられています。この姿勢がいいですね。で、ただ、ペダルのタッチとかストローク感があんまり良くないです。まずタッチ。踏み応えの部分なんですけれども、これが独特で、ブニューっと入っていく感覚です。これはね、もう止まっている車でも軽く踏んでみればすぐわかります。で、例えば市街地などで使うぐらい、軽く踏んだ時はね、気にならないのですが、これ大きく踏み込んでいくと、減速量とストローク量が一致しないような感覚になってきます。あるところを境に、ペダルがね、奥に入っていってしまう、そんな感覚になってきます。もちろん効かないわけじゃないのでね、床まで入っちゃうわけじゃないので、踏む量を増やせばね、しっかり効いてくれるんですけれども、手前から奥までね、統一感ないフィーリングっていうのかな、なんかがブニューって動いちゃってるようなね、感じを受けました。イメージ良くて所有満足度が高そう。リアシートが使いやすくて同乗者に喜ばれそう。こうした部分にベゼルの魅力を感じました。逆に乗り心地とかハンドリングは18インチ仕様が良いだろうなって、そんな記憶があります。で、それディーラーの試乗車だったんですけれども、これがね、特別良かったかもしれないですから、タイヤの差とは言いにくいです。ただ、その時の感じはね、はっきり覚えています。なので、このベゼル乗った時ね、悩んじゃいました。そういった部分含めてね、別動画で掘り下げていくというか、触れていく予定です。では、動画は以上です。私どもこれからも
特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。